お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、また呼び出しまして久々だね。今年の多分2月だったかな、 OM1 の動画以来です。あ、そうか、リレーラーをやったか。そうです、リレーラーで、で結局乗ってみてどうなるんでしょうねで終わってるんで、一応言っといた方がいいから、一応つながりを問題提起だけで終わってたのね。そうコツがありますねって感じでしたね。やっぱちょっと違いはあるんで、その慣れさえつかめば非常にスムーズにって感じです。最初だからちょっとだけ違和感ありましたっていうのは、1日乗ってたら慣れちゃう範囲だよね。あとあれか、大げさに告知ボーンとやってないけど、追加でまたちょっと入ってきたんだよね。今また買える状況だから。すぐなくなっちゃいましたけど、実は今あるよということですね。まだ OM1 じゃない状態で乗ってる方、ぜひ導入を。面白いので、っていうのが一応、言っとかなきゃなっていうので言ってますけど、ありまして忘れてで、本日はもう見ての通りこちらです新モデル、その名は谷さん、どうぞ発音の練習しましたよ。読み方難しい問題スペルも難しい問題、これ回文になってんだよね。イエロリーちょっと合ってるかわからないですけどイエローリー、なんか今日さ動画撮るってサブちゃんが言い出したから、慌ててウィル君に発音教えて、日本人には難しいよって言ったんだけどそれが間に合わず、でうちの英語が喋れるスタッフに、無理くり英語で読んでみて、音声ファイルを送ってもらったらイエローリーとは読まないで、これがまあどちらから読んでもっていうことですよね。上から読んでも下から読んでもイエローリー、山本山ってことですよね。そうだね、黄色い木ってことだね。ということで、今日は、このイエローリーについて、いろいろ知っていければなという回にしたいと思ってます。まだ僕らも全貌をつかみきってはいないね。そうですね。だからちょっと基本情報からかなと思ってるんですけど、そもそもまず完成車売りのみですよね。そうだね、フレームフォークじゃなくてもうこの完成車パックの状態で販売、それがね、リベンデルだとたまにありますけど、どちらかというと珍しいので、ペダルとサドルとグリップはついてこないんですね。自分の体が触るところ、手が触るところ、お尻が触るところ、足が乗っかるところは好みがあるから自分で選んでちょっということらしいですね。それ以外はもうパッケージになったものが届くというもので、目的としたら、お求めやすくだよね。リベンデルも発音間違えた。リベンデルも明言している通り、バラでフレームから買って組み立てるよりも、バイクのお値段はお安くしやすいのが完成車売りの目的なんだって。ということで、若干そのラグとかが少なくなっていたりとか、少し価格を抑えるための工夫はされてるってことですかね。クレムと同じってことだよね。クレムもラグがなくて、そうですよね。で当時完成車パックもあったし、クレムの立ち位置だけど、似てるのはプラティパスみたいな感じ。乗り心地というか設計思想はプラティパス寄りっていうことですね。それでちょっと今近しい3台を並べてるっていう状態になっていて、それぞれどんな違いがあるのかと、サイズ感みたいなのを今日は勉強したいと思っております。かしこまりましたまだ俺もなんかその基本情報的に他に言っとくべきことありましたっけ？言っとくべきは、サイズの話は後でするから、まずバイクのスペックか、これは53サイズ53で、僕とサブちゃんが乗れるであろう、乗るならこのサイズっていうのを用意しました。ホイールは 700C やね。 700C ですね。 700C で、図面の寸法だとタイヤのクリアランスは 50mm、29×2.0 もしくは 700×50C が最大タイヤクリアランス。その辺プラッティの55以上と同じ
ぐらいってことですかね。そうだね、実数は多分60ちょいあるから、まあ、2.1、52とか54ぐらいまではおそらく履けるであろう。図面の寸法だと50ぐらいがちょうどいいよっていう案内になってる。お求めやすくとは言ったものの、まあある程度グラントさんたちのこだわりも入ってて、まあ、さっき言ったように OM1 ついてたり、ニットのポストがついてたり、パーツはゴージャスやね。決してチープではないではないではない今日本の為替もあるのかな、まあ確かに。だってこのパーツ構成でバラから組んだらさ絶対高くなっちゃうじゃん、これの値段で絶対出せないじゃん、いきなり OM1 ついてきて、僕ら日本人リベンデルファンがつけたいシルバークランクがついてきて、前後のハブもシルバーでしょ。そうですね。これ音もかっこいいんだよな。全然入ると思います。音もかっこいい。シルバーのハブ、ハンドルステムもニットか。ニット、アルバトロスバーついてきて、いきなりタラックスバーついてきて、ステムついてきて、でシートポストがカロイじゃないの。そうですよね。ちゃんといきなりニットついてくるとか。だからもう正直、特に変えるとこがないぐらいのないね。完成度の完成者という、パーツは完璧な。ペダルグリップ、サドルを足して、必要だったら積載系かな、そっかそっか。スタンドと積載系を足せばもういきなり乗り出せる。確かにそうですね。あとはまあ、グラントさんの商品ページにもあったこの黄色についてみたいなまあそれちょっとページ読んでもらった方が面白いかなとは思うんですけど、あとあれか、先日上がったカネヤンブログで色のことたくさん触れてあって、確かに昔のブログで黄色い自転車は好きじゃないってグラントさんおっしゃってて、あれか、初めてダークゴールドのフレームが出た時かな、サムヒルだったかホーマーヒルセンだったかだけど、最近好きになってきたダークゴールドが出て、さらにこの黄色が出て、でカネヤン調べだと初期のアメリカ製のカスタムリベンデルの基本色の中に黄色があったから、どこまでどうなのか分かんないけどね。このね、水色の墨入れとか、水色かわいい、めちゃくちゃ可愛いですよ。あと墨入れが2色っていうのもいいよね。水色とクリーム使い分けてるのもめっちゃ可愛い。めっちゃこだわってますね。だからまあちょっとそういうラグではないけど、違うとこでちゃんとこだわってくれてたりするって感じですよね。なんか廉価版とは言いにくいし言いたくないよね。全然廉価感はないです。ないね。正直、っていうところで、じゃあ本題いきましょうか。本題いきましょう。サイズ感ですね。サイズ感。何からいったら分かりやすいですか、これは。そうか、サイズ展開からいく。そうですね。サイズ展開が4サイズあるんだよね。これが下から3番目であり、上から2番目のサイズだね。で、僕らがこの3番目のサイズに乗れる中ではまあ一番小柄な人間って感じだよね。173センチぐらいですね。ぐらい。172と3ですね。一番まあ日本人でもよくいる。多そうな。でまあプラッティのサブちゃんが普段乗ってる55にほど近いのがイエロリーの53。なるほど。これ55乗ってる人だったら絶対53で大丈夫っていう感じかな。PBH のいつもの股下測ってサイズ割り出すやつだと、このサイズは79から87。だ我々 PBH83 の人間はドンピシャど真ん中、で逆に1個ちっちゃい49だと73から81なので我々多分ちょっとちっちゃく感じると思う。なので本当プラッティの50乗った時にちょっとコンパクトやなって俺ら思っちゃうじゃん。あれがもうちょっと感じるかもね。なるほど。じゃあこのサイズですね。今回は迷わずに我々はもうこれ一択。今まで結構170ちょっとぐらいの人って狭間で迷うこと多かったけど、割とドンピシャに乗り迷いがなさそうな感じです。わざと 0.5 ずらしてんのかなってぐらいかゆいところに手が届くサイズだ。でもあれですよね、乗り
心地というか、少しお安く、お求めやすく作ったが、基本的にはプラティパスと一緒だよみたいな書き方されてましたよね。用途は一緒って言ってね。舗装路メインで軽めのトレイルライド、砂利道ライドだったらこなせるよって、まあそうだよね。タイヤ50ミリ履けてこの様相だったら全然走れちゃうよね。あと違いとしてはあれか、ホイールサイズがプラティパスの展開とちょっと微妙に変わる、微妙に。なので我々よりちょっと小柄な方、下から2番目のサイズ、プラッティだったら50サイズの人、これだったら49サイズの人はイエロリーだと 700C、プラッティだと650。なるほど。そこが大きな差。なるほどですね。これ結構狭間で迷ってたりとか、700C 乗りたかったけど無理だったとか人もいそうなんで、嬉しいっちゃ嬉しいところですよね。もしかしたらまっちゃんがクレムを 700C で乗ってるから、まっちゃんはこれ歓喜なんじゃない？確かに。まっちゃんが乗れるサイズで 700C だもんね。身長でいうと160後半70ないぐらいの人とかだと、プラティパス乗ろうとすると50になるから、650だったのが、こっちでは 700C で乗れると。700の方がいいってこともないんだけどね。確かにどっちも一長一短なんだけど、また650か700のバイク憧れるななんて人で、PBH が70後半ぐらいの人はイエロリーだと 700C で大きいサイズが乗れる、であとはあれか45サイズ、クレムとかにある一番ちっちゃいサイズが今回もある。なるほど。で45サイズだけホイールが 650D、でクレムよりも軽やかで速いから、クレムの45しか乗れない体格だけど、もうちょっと街乗りしかしないし、速度感あるバイクがいいななんて人は、イエロリーの45は超ぴったり。確かに。45だと身長だったら大体どのぐらいの？どのぐらいだろうな。45足す12は57。サドルをガン下げして57まで下げれるから、下手したら150センチ前半でも全然乗れるかな。じゃあだいぶ小柄な方でも乗りやすくなって、でちょっとクレムだと少し大きすぎたり重みがあった部分がなくなるから。そうだね。一般的に街で乗るにはこっちの方がいいかもって人が多いかもしれない。のんびりゆったりで良ければ、もちろんクレムだし、もしくは太いマウンテンバイクのタイヤ履きたいとかだったらクレムの勝ちだけど、でももうちょっとキビキビ、なんでも日常的にっていうんだったらイエロリーもとってもいいと思う。あとあれか、ステップスルー形状特有のインチアップというかサイズアップ作戦、マックスドアウトしたい方は、一応僕らも一番でっかい XL サイズ57サイズが PBH82 からなので、じゃあギリギリ乗れんことはないです。じゃあどっちかっていうとあれか、これがドンピシャで1個上まで迷えるっていうのが我々の体格って感じなんですね。サドルハイトが71、2以上作れるんだったら57も乗れないことはない。なるほど。それはそれでちょっと見てみたいですね。でかいだろうけどね。僕は正直このプラッティの55は結構自分の体格ではもうほんとギリギリいっぱいかなぐらいで思ってたんで、やっぱ大きそうではあるけど、なんか乗ってて何もしんどくないし調子いいんですけど、この運んでる時とかになんかやっぱでかいよな、こう立てた時とかででかっみたいなっていう感覚はあるんですよね。乗り心地は何にも問題ないです。大きくして。こんなこと言ってんのグラントさんが聞いたら、いやでかい方行けって言われそうだけど俺もチャーリー・ギャロップを最初57乗ってて結局53に下げたんだけど、よっぽどのグラントファンとかリベンデルマニアじゃない限りは PBH の推奨通りでの真ん中狙うのが一番いいと思うな。1個のサイズに対してレンジがある中の真ん中ぐらいのやつ狙った方が素直に乗りやすいっていう。でフレーム一生乗れちゃうしさ、もしかしたらおじいちゃんになった時にさ、でかい方乗れないかもしれないじゃん。だったらジャストで買った方がいいかななんて思っちゃうな。
ちょっと細々したこと話していい？はい、俺さ、サブちゃんのプラティ今日来たら確かめようと思ってたんだけど、はいはい、ここさアトランティスとかみたいにさめっちゃ楕円で潰してあんの。これなんかやらない理由がないぐらいいいことしかないからやってやるっていう書き方だったんだけど、全然違うわ。プラティって潰してある？潰してないです。あ、本当？これ手持ちカメラに切り替えます。これさっき気づいてさ、クレムも潰してない。リッチー仕様ですね。そう、リッチー仕様。本当だ。これかっこいいよね。確かに知らんかった。おお、だいぶ絞ってあるよね。本当ですね、全然僕これ気づいてなかったです。かっこいいよね。確かに作り込まれてる。でこっちは対するプラティはラグなんですね。確かにラグだもんね。丸いまま。ってことはティグだと潰すのかと思いきや、はい、クレムは丸なのよ。なるほど。それはなんか時代とかあるんかな、ね、その時はこの考えだったけどとか、技術的ではないですよね。ありますよね。全然ある。できないことじゃないでとか言って次のクレムは潰れてたり変わりそうだよね。であともう一個細々としたさ、はい、これサンプルのバイクが発売前に本国にあって、サブちゃんがアメリカ行った時に乗ったやつ、そのライドの時あったやつって、ここにもう一本チューブあったでしょ。ありました。リフターチューブって持ち上げれるやつ。そうあれはなくなっちゃったんだって、で理由聞いたの。あれ、あっても可愛いなと思ってたから、聞いたらあれがあると、ここが合成がありすぎて頑丈すぎて他が脆くなる。そんなことあるんだ。そういう意味か。僕あれ文読んで理解できなかったんですけど、そういうことなんですね。なんかね、ついた方がそうか、逃げ場がなくなるって感じなんですかね、他のパイプが。だと思う。で他のところに変な応力がかかっちゃうのか分かんないけど、こう頑丈にすると自転車自体が頑丈になるわけじゃないんですっていうないことが分かった。それ面白いな。確かに。であれ可愛かったですね。確かにあれは欲しかったけど、それ聞いちゃって納得。全然じゃあしょうがないかな。ジオメトリーはほぼほぼプラティパスとそんなに変わんないんだけど、トップチューブはややイエロリーの方が長い。プラティも十分長いけど、クレムとプラティの間ぐらいの長さがある。でシートはややこっちのが寝てる。ほんのちょっとだけ寝てる。でみんなが気にするチェーンステー、ウェンデル好きは皆さんチェーンステー長い方が喜ぶ変態が多いと思うけど、余裕で今回も長いんだけど、なんか不思議な現象が起きてて、トップチューブがプラティよりも長かったから、俺後ろも長いと思ったのね。プラティよりもよりコンフォートでゆさゆさのんびりかと思ってたら、なんでなんだろうこれ。チェーンステーこれか。45と49、プラティだと45と50か。下の2つのサイズは思惑通りというか予想通りこっちの方が長いの、イエロリーの方が。でもなぜか大きいサイズになると、プラティの方が長くなるんだよね。リベンデル特有の同じモデルだけど違うサイズで別のバイクになっちゃう現象がプラティとかもあるのかも。むずいですね。これは分かんない。これは分かんないですね。推測も立たないかもしれない。我々の身長が明日10センチ伸びないとプラティの60には乗れないから分かんないんだけど、なんで大きいサイズだけプラティの方が長くなって、ちっちゃいサイズは逆転するのかは知らん。これは分かりませんね。ちょっともし今度またブラントさんに聞くチャンスがあったら聞きたいかもしれない。多分教えてくんないと。そういうとこありますよね。意味なんかない。気にする必要はない。絶対あるやろっていうところを教えてくれない。やつ。そんなこと気にせず乗りなさいって多分言われちゃうと思う。でもなんか一緒ですとは言ってますけど、本当に近いとは思うんですけど、やっぱちょっと違う気がしましたけどね、乗った感じ。なんかどっちがいいとか悪いとかはそこまでの差はないんですけど、なんかちょっと違うなとは思いましたね。なんかわかんない。俺の
印象ね、はい、こっちの方がサクサク進む気はする。わかります。こっちの方がぐんぐんというかぐいぐいというか、こっちの方がサクサクちょっと軽快軽やかな気はするんだよな。はい、なんでやろうな。ね、なんでだろうね、はい、ヘッド角一緒、ホイール系一緒、なんでだろうね。なんかそんな気は僕もしたような気がします。なんか前輪が前にあるような感覚がするというか、確かにこれの方が体の真下にちょっとハンドリングがクイックではないんやけどスルスルしてる気はしたんですよね、そうだね。それはちょっと僕の錯覚かもしれないです。もしかしたらヘッド角じゃないフォークのオセットトレイルが違うのかな。まあここから先はマジで作ってる人たちそうですね。ただまあ本当に近いんで、プラティパス気になってたなって方も、めちゃめちゃ選択肢としていいと思いますし、いい乗り心地は一緒だと思います。そうだね。僕はもう大好きなんでプラティパス。本国にももうはっきりとプラティパスが欲しいけど、プラティパスが予算外の場合はぴったりですってで、逆にこのバイクの紹介するページなのに、黄色しかないから黄色が好きじゃない場合はあなたのバイクじゃありませんって書いてあってなんかそんなことブルーラグのオンラインストアに書けないじゃん。すげえなと思った。まあそうですね。まあでも色をめっちゃ大事にされる方も確かにおられるんで、それはその意見もあるかなっていう気もします。まあこのシティな感じがかっこいいよね。はい。まあこれフトリブ扱いでオフロードタイヤでもかっこいいけど、なんかこういうタイヤでそうですね、サクッと乗りのバイクにしたら本当に街乗り用でさらっと乗ってんのもいいですよね。ダイナモだけつけちゃうとかかっこいいかもしれない。クレムとの差って何かありました？乗ってみて。乗り味はさらにプラティパスよりも差があるというか、全然違う感じ。やっぱりこいつって良くも悪くもおおらかなんだなっていう、久々に乗るとだいぶのんびりなんだなっていう、進みはこっちのが良さそうですよね。僕もその昨年マウントタマーグラントさんと一緒に走らせていただいた時、どっちも実は乗らせてもらって、あ、そうなんだ。まあやっぱこっちの方が軽さはやっぱ全然あったなっていう感じ。もちろん多分フレームフォークの単純な重量だとこっちの方が軽いと思う。フォークもクラウンもこっちの方が細くて軽いやつだし、あとダウンチューブも多分こっちの方が細いんじゃないかな。そうですね。こっちの方がやっぱ活況で硬いし、あとなんつってたかな、これは僕の予想憶測だけど、曲げれるものって多分バテッとしてないんだと思う。単管というか、もしくはバテッとしてたとしてもまっすぐで軽いチューブよりも重いチューブのはずだから、これまっすぐで曲げる必要ないってことは多分バテッと使えるってことなんだと思う。プラティパスはな、僕のちょっと古いロットですけど、この辺とかめちゃくちゃ重そうな作りしてますけど。フィレットだもんね。でもそこのフィレット気に入ってるでしょ。いや、めっちゃ気に入ってますね。やったって思ってる、変わって。初期プラッティのってる人みんなそこ大好きだよ。このなんかネギみたいな。ね、ネギみたいな。もしもサブちゃんがこれを買ったら、まあ、プラッティーノリがこれ買うかどうかわかんないけど、どういじる？難しい。ノーマルで乗る？難しい。合理的なカスタムのこと話してもいいし、ただ見た目だけラブレバーにしたいとかいう欲望の話でもいい。まあなんかさっきから言ってたことと全然違うこと言いますけど、ちょっとブリンとしたタイヤも一回履かせてみたい。見てみたいね、確かに。思う気もします。まあ多分ね、コンセプト的にはこんなぐらいが良さそうですけど、ちょっとだけそれも一回やってまた戻すしたいかも。確かに一旦オフロード持ってきたい気持ちもあるよね。一回やってみたいですね。ちょっとなんかこういうバイクで遊ぶような遊び方を、そうですね、どんなもんかを一回やってまた日常に戻るみたいな。逆に谷さんはどうしたいんですか今？そしたらなんかサブちゃんは合理的なこと言ってくれたから欲望系の話してる。なんかリベンデの人たちはこれで十分って言ってるけど、俺やっぱりこのレバーとキャリパーはちょっと変えたいかも。なるほど。十分なの、安いのによく効くし、安全だし、十分なんだけど、ちょっとこのテクトロの効いてからグニグニするこのガムタッチがあんまり好きじゃなくて、
あとこの調整ボルトもすでに組んでから型切りしちゃってるけど、シュー曲がってるんでこれ、確かにちょっとここは本当にそのいわゆるちょっと値段を落としてる部分ではあるって感じで、シマノだったら、アリビオの V ブレーキが片っぽ3000円ぐらいだから、シマノにしちゃうか奮発してモトライトホールつけちゃうかわかんないけど、さらにちょっと乗り心地というか、そうだね。あとこのクロスレバーのこの音が気になるなら、ちょっと贅沢カスタムするならこのままで他は全部いいけど、ブレーキとブレーキレバーはちょっとだけ変えたいかも。多分ね、最初乗ってたらひとまずいいけど、絶対そこ気になってきそうだなとは確かに思いますね。気になっちゃうね。あとあれか、ステムが 80mm がついてくるのかな多分、でこれとかサブちゃん多分この53サイズ乗れる中では小柄な方にってことになるから、ズバなのか、ハンドルをチョコバーかビリーバーでちょっと近づけるか、ステム短くするかもしれないな。どうだろう、ちょうどよかった。さっきちょっと乗った感じでは悪くないなと思いましたけど、ハンドルかステムは乗り込んでから体格に合わせるかもしれない。ひとまず乗れるがちょっと遊びしろもあるよっていうことで。そうだね、このままでも十分だけど、いいな。いいよね、パーツがいいよな。ちょっとさすがに僕プラッティがあるから、買うには至らない。これとこれ2台持ちはちょっと結構変態。狂気ですね。狂気だね。でも奥さんとかにはありだなとは思ってますけど、ね、45サイズがあるからね。45あってステップスルーってだいぶ乗ってもらいやすい気がしちゃいますね。奥さん号にこれいいぞってなるとするじゃん。で旦那さんがさ、しめしめって言って奥様にこれ買うじゃん。だけどさ、いいパーツいっぱいついてるじゃん。悪いだから感謝売りだけどこれバラして、なるほど。例えば自分サイズのアトランティスとかジョアパルーサにこれを全部売つの、パーツ取りして、そうで OM1 とシルバークランクとシルバーハブを、でフルアリビオで奥様にっていう悪い旦那さんがいそうだな。なるほど、確かにな。ブルーラグは特にバラから組む人が多いから、俺感謝十分だけど、人と同じ嫌だって人ちょっといそうだなとは思うので、そしたらなるほど、イエロリも他のイエロリと違うくなるし、旦那さんのジョアパもかっこよくなるから、そういうずるい人募集だし、やってみたいからちょっと乗せ替えビルド募集中やね。確かにね、完成車ってね、本当いいとこもあればちょっと反面、みんな同じになってしまうっていうのはどうしても避けられないから、そうだね、ちょっと変えたかったり、でもハンドルサドルペダルは変えれるが、もうひとひねりしたいときはそういう可能性もあると。そう、変なズルの組み方いいパーツやもんな。ねえ、これバラでいくらになるんだろう絶対あの値段じゃね。どんどん自転車が高くなっちゃってるからね、物価とか為替でね、こういうモデルがたまにあってくれると、確かに最初の1台とかにはぴったりだよね。ということで、イエロリーについて今日はリベンデルじゃなくてリベンデルのイエロリーについてお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご無礼いたしました。